こんにちは、トバログです。今回はですね、久しぶりにちょっと取材をしていこうかなっていう感じの動画なんですけども、今回の動画はこれ。メルトマウスっていうめちゃくちゃミニマルで洗練されている、なのになんかいろいろ機能性が詰まっているみたいな感じのマウスの、開発現場にちょっとお邪魔をして動画を撮っていこうと思います。実はこのマウス、トバログのこのロゴとかこういうモーションとか、あとこの T のロゴとかを作ってくれた、パラフっていうメディアをやってる鎌田さんがね、デザインとか、がっつりコミュニケーションとかで入っているっていうところで、これはもう取材しようっていうところで今回ね取材をお願いして決行する形です。ちなみにこのマウスはダイバー X っていうもともと XR 系のデバイスを作っている会社とコラボレーションをしているみたいで、XR 的なところとこのマウスってどういう関連性があるのっていうところとか、あとパラフとか、彼らがねマウスを作ったらどういう風になるのか、今回ねクラウドファンディングっていうところでもちろん僕もバッカーとして支援しているんですけども、実際本当にこのハプティックセンサーを使って気持ちよく動かすことができるのか、サードパーティー製なのにぬるぬるトラックパッドは動くのかとかね、その辺もちょっとやっぱねユーザー的には気になるところなので、いろいろとなんでそれが言えるのかみたいなのをね聞いていこうかなと思います。それではちょっと時間も時間なのでちょっと取材に行ってきます。はい、到着しました。お疲れです。どうっすか？いやバタバタしてますね。ありがとうございます。はい、こんな感じでパラフです。パラフです。お願いします。お願いします。いやめちゃくちゃいいね。なんか本当開発してる感が、だからラボみたいな感じ。ラボみたいな感じで、本当にこっち側はもうガラス張りのなんか専用のスペースみたいになってて、あそこに 3D プリンターとかそういうのがいろいろあって、何やら見知らぬメカをいじっている人もいればこんな感じで、これはあれじゃないですかね、ダイバー X ダイバー X さんが、最初にクラファンしたハーフダイブっていうね、そうですよね、ハーフダイブの。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして、代表の迫田と申します。お願いします。なんかどっちかっていうと VR 系とか XR のイメージがすごい強いんで、今回マウスっていうところがちょっと面白いなと思って、その辺とかもお聞きしつつ、すでにこういうのがたくさんあってですね、しかも HHKB 使ってる。そうですね、スタジオを使ってます。そうっすよね。実際今どうですか？結構開発の途中段階だと思うんですけど、ちょっと後ほど紹介させていただく優秀なエンジニアのおかげで、開発は結構いいペースで進んでて、どちらかというとマーケティングを頑張ってますね。っていうところで、ちょっと今回はパラフも含めダイバー X さんのこの拠点で、メルトマウスがどういうふうに作られてるのかとか、そもそもなんで作ろうと思ったのかみたいな話をちょっとさせてもらえば嬉しいなと思ってます。お願いします。これが例のメルトマウスです。いやこれネットで見たやつですね。まだ製品版じゃなくてプロトタイプ機なんで、実際の製品版と異なる部分があるんですけど、大枠こんな感じの製品になってます。めちゃくちゃかっこいいね。やっぱなんかさ、CG がかっこいいのは結構普通に当たり前というか、最近の中では普通な感じしちゃうけど、やっぱ実物を見るとちょっと印象が変わる。なんかこの上の部分いいね。強化ガラスと白の感じの風合いとか、このザラザラ感とかがめちゃくちゃ洗練されてる。いやーよく作ったなこれ。そもそもじゃあこのマウスってどういうものなのかちょっと、メルトマウスはデザインがすごく美しいみたいなところを重点的に置きつつも、機能性を損なわないような設計にしていて、カスタマイズ性がすごい、あってたくさんあって、でそれによって作業効率化ができるようなデザインと機能という両軸を兼ね備えてるマウスっていうのがメルトマウスになっています。本当に押すともう本当にここにスイッチがある感覚で触れるんですよ。であとそのクリックだけじゃなくてスクロールもすごいやっぱこだわっていて、この滑らした瞬間の筐体のハプティックとかもかなり細かくやってますし、ホイールがないのに本当にホイールが回ってるような感覚が得られるっていうところも、エンジニアさんのおかげもあってかなりですね精密に作られています。3DCG を触ってる方ならわかると思うんですが、結構そのホイールでの操作ってかなり重要なんですよね。
クリエイター全般、多分全般ホイールとかめっちゃ使います。必要じゃないですか、うん、でただメルトマウスはやっぱり見た目も優先したいところがあったので、ホイールを採用していません、はいはい、ただミドルクリックはできるっていう仕様になっています。やり方がちょっと特殊なんですけど、人差し指と中指で同時にこう押すんですよ、はい、で今同時に押したんでブルッとこうハプティックになってるんですけど、この状態でミドルクリックになってます。おー、なるほどな。こんな感じでしてドラッグが、ブレンダーではこういうことができます。意外とサクサクなんですね。そうですね、意外とかなり細かく設定してますんで、はいはいはい、結構サクサクいくな。あんまりなくないですか、この仕様。これは多分初めてじゃないですかね、他に見たことないので、はいはい、おそらく世界初かなと。この辺のなんかこの掴む時に間違ってこっち側が速いとこうなっちゃったりとかが今のところある感じはあるんですけど、そこも多分製品版では頑張ってもらえると思うんで。そうですね、どっちの指が先に入って、その何秒差で入ってみたいなところもかなりエンジニアさんがチューニングしている最中なので、もっと良くなると思います。であとは最大の目玉と言ってもいいんじゃないですかね。メルトマウス実は LED が仕込まれていて、はい、こんな感じで光ります、これ何かっていうと、いわゆる天気モードみたいな感じなんですよ。3DCG のソフト触る方ですとか、あとはスプレッドシートとか、数字よく入力するよみたいな方にとっても、メルトマウス基本はマウスなんですけど、アプリ上で設定したトリガーによって LED 光らせて、で好きなショートカットだったり、天気として使うみたいな使い方ができるようになるっていうのがこのマウスの面白いところですね。いいですね。左手デバイスの補完みたいな感じで、ここにいろいろマクロとかなんか細かいショートカット割り当てられたら結構いいかも。まだこのあれだね、ここ自体はカクつき感というか、そうそうフレームレートがね、そうそうフレームレートはまだやっぱ社外製だなっていう感じが今この触った感じではあって、これが結構改善されていくみたいな。そうです、バージョンを書き換えることによって、フレームレート高いスクロールが表現できるので、その辺今絶賛開発中です、なんかこの感度とか遅延のなさとかは結構シンプルにすごいなみたいな。キックスターターバッカーとしてはやっぱすごい期待をしているところなので、この辺は実際に開発拠点を見せてもらいながら、なぜじゃあそう言えるのかっていうのをちょっと深掘りしていきたいですね。はい、というわけでまたこのカットに戻ってきたんですけども、結構マウスって一口に言っても、例えばトラックボールだったり、あとすごいボタンがたくさんついてるものだったり、どういうなんかプロセスを経て、その今のメルトマウスの、筐体になったのかなっていうのが結構気になっていて、ありがとうございます。そうですね、ちょっと試作品がいろいろあるのでものを見せさせていただければなと思ってます。これがプロトタイプの数々ですね。すげえ。いや結構紆余曲折というか、そうですね、意外と違いますね。いくつぐらいプロトタイプは？合計形状としては30種類ぐらい試したかなという形になります。ここにはないんですけど、そのクレイモデルの粘土を使っていろんな手にフィットするとか、あとこの高さの細かい差ですよね。実は3ミリ高さが違うだけで全然疲れが変わってくるとか、これが初号機ですね。当初はですね、やっぱりこの究極にミニマリズムを実現するために物理ボタンをそのサイドボタンを含めてゼロにしようと思ってたんですよね。でただやっぱりこのインターフェースとしてこのタッチパネルとかってどうしてもこの手触りがあったり物理的な凹凸がないことによってその分かりにくいですと、このなんとなくその位置が分かるみたいなところを最初コンセプトとしてやろうとしてたのがこれですね。最初の試作というか初号機からやっぱりそのダイバー X さん得意としているハプティックとかなんかその感覚的なところを電気信号に変えるみたいなのがあって、それはもう最初からコンセプトとしてあったみたいな。今のマウスすごい薄くて、もう少しフラットで、しかも凹凸がないスタイルだと思うんですけど、どう変わっていってそうですね、いくつかこの形を決定づけた理由があります。最初はどちらかというとやっぱりこのマウスとして当たり前のこの疲れないとか押しやすいみたいなところを達成するためにどちらかというと普通のマウスの形から始まりました。最初は例えば光を使ってセンシングしようと思ってたんですけど、このロバスト性安定性の観点から次は圧力とか静電容量に変わりました。ただ今度は圧力とか静電容量をしっかり取ろうと思うと金属の種類によってはその
透過しないので、どうしてもこの全部金属っていうのは難しいみたいなところがそこで決まったりとか、ここで例えばそのガラスと、アルミフレームを2つ分けてあげるみたいなところが決まってきたりとか、まずこのマウスとして機能を実現する部分の必要な要件がだんだんこの施策を進める過程で決まってきて、そこからこの形がだんだん逆算されてきたような形になります。なるほどな。結構ちょっとじゃあパラフは結構デザイン視点のところで、迫田さんとハードウェアのデザインっていう、なんかここの2人が結構協業して出来上がっているっていうのがなんとなくこう後から見えてきて、どういう感じでこう組み上がっていったのか。そもそもマウスプロジェクトが始まった段階で、当然ものづくりなんで、何のために誰のために、どういう意思どういう意義でマウス作るんだっけみたいなところをかなりこう入念に最初に設定してるんですね。なんで今マウスを作るのか、細かいところを書いていまして、いろんな課題感とかを並べていて、で最初にこうコンセプト掲げています。ルックスミニマルフィールズインフィニットっていうコンセプトを掲げました。なのでこう一見静かな存在なんだけど、触れた瞬間に広がる無限な可能性みたいなところをコンセプトにしてものを作っていきましょうみたいなところを本当最初の最初ですね、設定をしました。であとはこういった製品群の中に入った時に負けてないような力強いルックっていうのを目指そうみたいなところをですね。そうもうパラフ大好きトーンなんですよ。パラフですね。だからこの中に入りたいなっていう思いがすごいあって、もうだから最初からこのなんて言うんだろう、透明な雰囲気とか、クリーンな印象っていうのはもう目指したいところでしたね。なんか最初はお互いにこういうモデルいいんじゃないみたいなのを出し合って、そこから絞っていって、で迫田さんメインでこういう試作いろんな形を作っていきながら、僕はやっぱりそのデザイナー視点でこの上がってきたモデルに対してこの左右非対称がちょっととか、細かいところですけど、あとはこういうところで言うとちょっとこの厚みって本当にこれでいいのかなとかっていう、いろんな細かいところを、2D のグラフィックデザイン的な感覚で話し合って調整をしていって、でだんだんお互いにブラッシュアップしていって、この辺からちょっともう本当に壮大な感じになっていきました。である程度その形ができた段階で、おしゃれでかっこいいルックっていうのを一旦作ってみようと、最初こんな感じだったんですよ。すごいね。でソールっていう概念もあって、でちょっとこうスニーカーのソールみたいなちょっとこう気泡が入ってる、なんかプニプニした雰囲気で作ってたんですよね。でちょっと車っぽい感じもありつつ、なんかこういうのかっこいいなみたいな、でこういうポスターとかもいいねみたいな、でソールのカラーの検証とかですね、この辺が、カラーとあとサイズとマテリアルの、調整ですね、このレザーモデルとかも実は作ろっかなみたいな話もあったんですけど、ちょっと爽やかにしたいなみたいな思いもあったんで、最終的にはそうクリアで、こんな感じなんですね。これが樹脂プラスチック的な感じで、素材色と素材が変わっていくって感じですか？実はこれ全部同じ種類のアルミなんですけど、このアルマイトっていうそのコーティング処理みたいなものですねとか、このブラストですね、どれぐらいの傷を、傷というかこの砂で、そうですねみたいなところで、その処理が数秒とか数十秒違うだけで全然この見え方が変わってくるっていう。これとかやっぱアップルっぽい感じが、それがたくさんある中で、プロトタイプもこうやって形が決まって処理の段階とかになっていくと、無数に選択肢があるわけじゃないですか。どういうふうに今のものに近づけていったのかなみたいな、これはないよねみたいな感じとかになっていくのか、ロゴとかそういうのが決まった段階とかから、そのイメージに一番近いものなのか。やっぱり我々がその美しいと思うものベースで、ちょっと製品名は言えないですけれども、我々がいいなと思うものをまずサンプルにして作っていって、ただ最後に決まったこれはもうなんかその論理的な説明というよりは、もう満場一致で感覚的にこれだよねということでこうなりましたよね。すごい。メルトインターフェースのブランドの世界観とかが見えてきて、それと同時にやっぱプロダクトデザイン自体の、質感とか、色味、このプレートもそうですけど、そういう色味とかを決めていく中で3DCG のレンダラーの方と一緒に
細かく、CG 上で詰めていったんですよね。でそれをもう理想形としてそれに近づけられる現実的なモデルっていうのをいっぱい試作していったので、だからみんなでこう CG を目指しながら作っていた結果、最初の方だとちょっと違うよねってなってどんどん試作重ねていってこれに落ち着いてるっていう感じですね。そのなんかトラックボールとか、トラックパッドとかいろんななぜマウスなのかってところですよね。2つ理由があります。まず我々がマウスが好きだから、我々にとって結構新しいチャレンジだったので、自分たちのその理解が及んで、かつその自分たちがそのユーザーとして使えるものじゃないとこの万人に受け入れられるその高い品質のものって作れないと思ったんですね。でまずそういうきっかけっていうのが1つ目。2つ目っていう部分がやっぱりいろんな日常のインターフェースってありますけど、例えば最近キーボードって結構熱いじゃないですか。やっぱりこの一定の例えばリソース、その会社としてであったり一定のお金を入れてじゃないとなかなか実現できない部分ってマウスだと思ってて、この自分たちだからこそなんかインパクトを起こせる領域だと思ったんですね。あとはちょっとサブ的な理由でやっぱりこの触覚フィードバックとかセンシングみたいな我々の技術的な強みとすごくマッチしたからっていう部分が一番の理由ですね。最初マウスやるって聞いてどう思いましたか？でも僕もすごい、普段マウス使ってるんで作れるならやりたいなって思ってて、で世の中のマウスいろいろある中で、マジックマウスとかも通ってきたしロジクールのマウスとかも使ってきた中で、見た目とその機能がうまく両立してるマウス、個人的な感じですけどベストがなかったんですよね。だからその話いただいた時にベスト作れるならやりたい、パラフとして作りたいって思ったんで、すごい多分マッチしたんだなと思うんですよね。そうですね。やっぱり我々としてやるからにはその既存の観念を何かちょっとでも崩したいっていう思いがあったので、やっぱりあんまり変化が起きてない市場だったりデバイスっていう部分は我々にとってすごく精神的にやりがいを感じる場所でしたね。これはどのぐらいの時間をかけてこの数っていう？そうですね。このプロジェクト自体が今年の4月に始まったので、今ちょうどじゃあ半年？そう本当にまだ全然短い正直最初聞いた時に間に合うかって思ってて、そう半年ぐらいでって思ってたけど、本当は多分1年以上1年2年とかけてやるべきことを本当に短期間でやりまくった感じですね、ギュッと。なのでもう土日も出勤してくださって、もう休みなくこんな感じで、筐体ができていってるわけなんですけど、デザインもそうだけど結構要というか、今回ダイバ X とかが作ってる理由として多分中身の構造の方が重要だと思うんで、この中身をちょっと見せてもらってもいいですか？はい、歴エンジニアの担当からぜひご説明させていただきます。ありがとうございます。ハードの中と底のなんか近くていいっすね。この辺もこんな、この辺もこんなだし。電気エンジニアの金井です。よろしくお願いします。お願いします。これすごい。そうですね。これが今のちょうどキックスターターとかで、デモとかで動かしているものの中身ですね。こんな感じ。見ても全然僕は素人なんで分かんないですけど、バッテリーがあってぐらいの。そうですね。この板がロードセル、このクリックしたこの力を感知するためのセンサーになっていて、これがちょうどこの天板が上にかぶさるんですけど、この指の左右の差とかをこの力を計測することができるっていう。人間が押した強さに応じて多分ハプティックセンサーみたいなものがブッてなったりして、それが人間にフィードバックとして返ってくると思うんですけど、その機構とかはここにハプティックリアクターっていうコイルと重りが入っていて、ここに電気を流すとこの磁力によって中の重りが動くことでこの反動が発生して、それがクリック感とかにつながるっていう感じですね。なるほど。これがじゃあ結構今回の要というか、そうですね、はい。ダイバー X の以前の製品群たちもこういうものを使っていたんですか？そうですね、はい。基本的にはこのハプティックを発生するためのこのモジュールというものがあって、それを採用しています。じゃあこれが中に入っていて、どの部分、ここか。そうですね。結構このフィードバック系のやつって人間ってシビアに感じるもんなんだろうなと思っていて、場所が結構重要な気もするんですけど、場所とか取り付け方法とかもそうですし、駆動する電圧とか駆動回路とか、そういったところも、特にこれは
ワイヤレスマウスなのでバッテリーで駆動するので、この小さい電力でどれだけ効率よく駆動できるかみたいな、といったところも工夫点ですね。これが、現在、LED プロトタイプで使っているタッチパッドなんですが、これタッチパッドなのに穴が開いているんですよね。本当だ。それはもうそういう既存のタッチパッドがあるってことなんですか？センシングの IC はあるものなんですけど、このタッチパッド自体は自社で設計したものですね。タッチパッドの裏にこの LED の基板が入っていて、この穴から光が出て、この天板が照らされるって形ですね。じゃあ中身は結構自社でもゼロベースから設計したものが結構多いってことですか？そうですね、ほぼ全てそうですね。これが、今のバージョンもこれと一緒のやつで、これの次の新しいバージョンもあるんですけど、それは、多分来週頭とか届く感じになっちゃうんで、まだ手元にはないですね。なるほどな。なんかマジックマウスはめっちゃなんかトラックパッドとかすごいヌルヌルだと思うんですが、割とサードパーティー製のものって結構カクつくスクロールというか、なんか判定がでかいような気がしていて、その辺本当にクリアできるのかなみたいな。アップルの iOS は、マジックトラックパッド以外の、タッチパッドの入力を、受け付けないようになっています。なんで、普通にタッチパッドを作っても、それを、OS 側が受け付けないので、ほぼ使えません。じゃあそれをちゃんと動かすためにはどうするかっていうと、Mac の方に、このタッチパッドに対応させるソフトウェアを入れないといけないので、それがこのメルトスタジオっていうことになりますね。なるほど。なので、このマウスとしては、このタッチパッドのデータをそのまま送っているわけではなくて、このメルトスタジオに一旦データを送って、メルトスタジオ側からこのタッチパッドの動作を再現するみたいな感じの挙動になります。なるほどですね。だからZMK とか QMK みたいなサードパーティーのツールではなくて自社で開発する必要があるという。なるほど。それも含めそのソフトウェアを介すると結構タッチパッドとかの遅延みたいなのって、そもそも Bluetooth だとこのレイテンシーが、最小のレイテンシーが決まっているので、それに合わせて設計されているので、普通に使う分には全く問題ないかなとは思います。設計とかでどういう点で結構工夫したというか。そうですね、そもそも、単純に我々がマウスを作ったことがないっていうのもありますし、それ以上に今回おそらく同じようなものは過去に誰も作っていないので、完全にこのもちろんこの世の中あるものはある程度調査して分解とかどういった構造をしているのかっていうのは確認してるんですけど、それでもこの我々が初めて作ってそれで初めて、これはこうした方がいいんだみたいなことが分かるものはすごい多いので、そういった点でまずは作って確認しないといけなくて、でその確認したものを、元に新しく次の設計に進むみたいなことが多くて、それで結構設計的な特にリソース的な面でかなり大変でしたね。中の開発の人から見た革新的ポイントとかって何かあります？そうですね、基本的にマウスって単純にこのクリックを押しただけの01だけの操作なんですけど、これはそれよりもはるかに複雑な情報を取ることができて、特にこのさっきの圧力センサーもそうなんですけど、天板にタッチパッドがついていたり、最終的にどうなるかわからないので、言えないんですけど、他にもいろんな機能がついているので、そういった面でまだまだ面白いマウスになるかなと思っています。なるほど、結構進化していくという。そうですね、はい。ちょっとあんな感じで中身は結構頑張ってて、さらにここからやっぱりマウスとしての機能を実現するためにいろいろそのアルゴリズムを作り込んでいかないといけないんですよね。みんなが気持ちいいと思えるものを実現するアルゴリズム、やっぱこの総合的な良さっていうものを作る作業、ちょっとご説明させていただこうと思います。めちゃくちゃそこも楽しみですね。そうだよな、そこだけだとだって動かないですもんね。そうですね。だからこんにちは。ダイバー X 株式会社のソフトウェアエンジニア兼研究員をやっております伊藤健一と申します。外側のなんかデザイン的なところは今聞いたんですけど、中身の構造とかなんかハプティックセンサー的なところを使った振動の話とか、その辺のプロフェッショナルというか設計というか方ですよね。私の仕事はその出てくる振動を、外から測定してあげて、いかにその気持ちよい振動に近づいているかっていうのをチェックする。通常は、タクトスイッチのようなボタンが入っていて、それが物理的にパチンとなることで、人はクリックしたなって感じると思うんですけど、このキーとかもそうですね。メカニカル的な。このメルトマウスはデザインのためにこの天板は一体成形で何もボタンがないっていう風に
しているので、ボタンの押した感覚を我々が作ってあげなければ、その押した感もないし、押した感がないことによって多分操作はとても難しくなるんですね。なので触っていて心地よいっていうのはもちろん、ちゃんとマウスとしてまともに操作できるっていう点でも触覚のフィードバックがあることはとても重要になっております。こちらには加速度が分かるセンサーが実はくっついていまして、揺れがこのセンサーに伝わることによって電気信号に変換されてこのオシロスコープに届くっていう。ここにいろんなパラメータがあるんですよ。例えばスレッショルド、敷地とか、その左右のバランスをどこまで認めるかとか、でこれでいろんな人にチェックしてもらって、最もその安定性が高いものを選んでるっていう感じですね。なるほど。今はクリックをしてる状態ってことですかね。で、なるほどな。これで押して、で結構面白いのが押したまんま強く負荷をかけると、これでもマウス側は認識してるってことなんですね。個人的にはちょっともう少しパキッと感があると嬉しいなっていう。今最新のやつはマウス自体で触覚を動かしてるんですけど、これは PC から触覚を送ってるんですよね。なんでちょっとその遅延とかがあってパキッと感がないみたいな感じなので、気持ちよさみたいなのとかリアル感出すためにどういう工夫がされてるんですか？そうですね、ちょっと直接的な内容ではないんですけど、体重が乗るんですよこのマウスって。なんでそのいかにユーザーがクリックをしようとして加えた力なのか、それともただ体重が乗ってるだけなのか、それってなんか数字だけ見ると実は区別できないんですよね。それをうまく乗っけてあげないと、例えば手乗っけただけでクリック入っちゃったりとか、そのあたりを頑張ってます。ちょっと詳しい中身は言えないんですけど。確かにそれめちゃくちゃ大事で、そこの誤作動があるとやっぱ一気に使う気をなくすというか。そうですね。トラックパッドモードをご説明させてもらおうかなと思います。すごい。ジェスチャー式のものってなんかこの意図せず触れちゃってなんか勝手に動いちゃったりとか勝手に跳ね返っちゃったりとか、そういうことがあるんですよね。いわゆる跳ね返りっていうんですけど、それをいかにこの削減するかをちょっと視覚的に分かりやすいようにまず線引いてあげて、この滑らかなスクロールを実現するためのテスト用のソフトみたいな感じですね。オリジナルでってことですかね。おっしゃるとですね。すごい。全然、これ Windows なんでちょっとMac だとどういう挙動かは分かんないですけど、 Windows でこんな感じの滑らかさってあんまりないような気がしますね。何ヘルツぐらいとかってあるんですか？これ60ヘルツみたいなとか。メルトスタジオを使うと60ヘルツとか。内部的には確か何百ヘルツかで撮ってますね。いや全然なんか思ったより違和感ない気がしますね。ちょっと動画編集のタイムラインのスクロールとかを実際に自分でするまではすげえいいぞこれはすごいぞとは言い切れないんですけど、ここのソフトウェア上で触った感じだとなんかすごい遅延もほぼなく滑らかに、しかも感性がしっかり効いてますね。これすごい。結構これがメルトマウスの要というか、なんか触覚フィードバックを割と前面に歌って、じゃあ実際どんなもんなんだっていう風に試して、なるほどってなる部分の要みたいなところだと思うんで、結構大変だったところとか、なんかここ今頑張ってますみたいなのってあったりしますか？そうですね、振動を作ること自体は先ほどそのリアルの振動を測って再現するみたいなところを1日2日でできるので、結構そこはめちゃくちゃ大変ということではないんですけれども、どちらかというとやはりアルゴリズムと統合するというクリックがちゃんとできるっていうことが先ほども発言として出てましたけれども、そのクリックがちゃんとできてフィードバックがあって初めてその人がコンピューターに入力してコンピューターが操作できましたって返してくる一連の流れができるんですね。でそのループが滞ってしまったり意図通りいかなかったりすると、いかに触覚が気持ちよくても操作できないマウスになってしまいますので、そこも含めてアルゴリズムを作ってちゃんと使えるかっていうのを日々チェックしている。世の中に触覚を使ったデバイスいろいろとあるんですけれども、メルトマウスの特徴かなって言えるのは、この美しいデザインとミニマルな設定を実現するために必然性があって触覚を使ってるっていうところかなと。でその中で触覚を使うことでよりカスタマイズできたり心地よい食感になったりっていう点で、従来の機構で表現していた頃よりももっと良くなると思ってますのでご期待ください。ありがとうございます。ちょっと楽しみですね。いやいいね、背景がいい。これねこれが
パッケージの試作なんですけど、こんな感じで今ですね試してます。いろいろと、シルバーなマットな感じに白押しを施した青いラベルを巻きつけてるみたいなパッケージですね。かっこいいよな。なんかあんまりないというか、ちょっとなんかお菓子とか、なんだろうな、化粧品とかお土産とか、そっち系の感じでガジェットでは見たことない。そうなんですね。そこがまさに狙ったところでして、ガジェットみたいな箱にすると、多分ねこうすぐ捨てられちゃうと思うんですよ。ただ今回の箱はやっぱそこもこだわりたいなって思っていて、開けた時に中を取り出して違う箱として使ってほしいなって思いもあるので、あんまりそのガジェットしてるみたいな主張を抑えて、おしゃれで飾っておきたい箱みたいなところを狙っています。そういうことなんですね。これはもう完全に鎌田さんがデザインをして。そうですね、はい。このねロゴとかあとティザー映像とかの話も結構面白くて、出し方とかその辺のロゴの感じとか、そういうのをちょっとデザイン的に一応聞いていきたいなっていう、メルトインターフェースのロゴがシンボルがこれで、ロゴタイプがこれなんですけど、このシンボルは、ティザーサイトでもちょっとお見せしたビジュアルがあるんですけど、オシロスコープをモチーフとしたシンボルになってます。波形をこう見てチューニングしていくっていう様子をかなりですねヒントにして、このシンボルを作っています。でなおかつメルトインターフェースの、メルトの M っていうものをかたどった形でもあるので、かなり親和性の高いシンボルになってるのかなって思って、こういうものを作っています。すごいな、そこが考えられていて、実は CG じゃなくて、もう実写で作ったんですよこのビジュアル実は。これをじゃあもうどっかから持ってきてでどっかで写真を撮って、このロゴタイプとあとティザーの映像を作ったっていう。そういうことですね。これを会議室に持って行って、そもそもヤフオクかなんかで9000円ぐらいで買ったんですよ。でやっぱりその最新の機材っていうよりはちょっとこうレトロを感じるビジュアルの方がなんかこのメルトインターフェースのトーンに合いそうだなっていうのがあって、すごい探してこちらをですね購入しました。実際に使ってる？実際に動きます。動くので波形がこう出てる瞬間を動画とか写真撮影をして、でそこに実写構成とか、VFX して、このシンボルをこういう感じですね。ログでいろんなシャッタースピードで撮ることによって、この波形のなんていうんだろう、滑らかさっていうのをいろんなバリエーションで撮ってたんですよ。それはもう本当のこれ本当のやつ。これそんな感じ、すごい。じゃあ色とかは、メルトインターフェースのロゴ自体は合成してるけど、じゃあこういう色とかその光の雰囲気とかはそのままなんだ。そう、そのまま。なので実写なんですよ。で実写をうまく、静止画と合わせ技とかして、こういうのを撮って、でなんか背景切り抜いてちょっと世界観出して、アフターエフェクツで VFX 合成して、でモーションロゴ作ってみたいなのをこう繰り返して今の形になってるっていう感じですね。メルトインターフェースっていうワード自体はどういうふうに生まれてるんですか？メルトインターフェースっていうワードは本当プロジェクトメンバーでみんなでネーミング案をこう本当にめちゃくちゃ出したんですよ。100個ぐらいあったんじゃないかなって思うぐらい。マエストロ、マエストラとかなんかちょっとこう五感として心地のいい音とかいろいろこうやっていったんですけど、意味とか気持ちよさとか考えて、みんなで結局悩んでしばらく寝かせたんですよ。そしたらとある日迫田社長からメルトでいきましょうそれでも決まりましたね。でその短いメルトだけだとちょっとこう弱いというか、メルトインターフェースぐらいこう長い方がなんかかっこいいんじゃないかっていう話もあって、メルトインターフェースになりました。なるほどな。でその後はそのメルトマウスっていう名称も決まったので、そもそもメルトインターフェースの中のメルトマウスってどういう世界観なんだっけっていうところを、作りたかったのでこういうルックみたいなのを作っていきました。青なんだね。そうなんです。キーカラーが、ダイバー X のキーカラーがまずブルーっていうのが前提としてあるんですよ。であとは個人的に僕が青好きっていうのもありますなので青がいいんじゃないかみたいな、ちょっとこうレトロな
感じも出てくる色をチョイスしてるんで、その辺も一応狙ってるところですね。そうなんだ。本当は高谷太田さんの、そうですね、フラックスだっけ。はい、フラックスっていうのを採用してます。なんでかっていうとやっぱりこのマウスって日本企業が作ってる日本製のマウスっていうのもあるので、その書体とかも日本製の書体の方が相性がいいんじゃないかっていうところもあったんですよ。なのでメルトマウス、メルトインターフェースのこのタイプフェースっていうのは日本から生まれたフラックスを採用することによって親和性も高いですし、で実際にデザイナーの方が作られている書体なので、そういったプロのデザイナーさんとかにも愛用していただきたいなって思いがあったので、高谷太田さんの書体を使わせてもらってます。すごい。ちなみにオシロスコープのティザーサイト、こういうビジュアルで作ったんですけど、実はこんな感じで指のマークとかマウスカーソルのアイコンとか、あと今だと分かるんですけど LED の12点とかっていうものをサイトに実は仕込んでたんですけど、ほぼ誰も気づかずっていうっていうちょっと遊びをやっていたんです、実は。全然気づかなかった。そうこういうことも実際やってました。メルトマウスは、メルトスタジオっていう、専用のアプリケーションがあって、Windows と MacOS に対応する予定で制作してます。でまだこの画面のデザインもちゃんと本番ではないんですけど、一旦ですねバーッと作っていて、現状はこんな感じになっていますよね。結構なんかよくある感じの、よくある感じですけど、ボタンのカスタムができますね。ここで結構意外と、こことかも細かくある感じ。これねダミーなのよ今。で本当は12点になるからおかしなことになってるんだけど、実際はもうちょっと開発中で、でこのアプリケーションごとに設定ができるので、動画編集する人とかだとファイナルカットでカット編集のショートカット割り当てたりとか、なんか押しっぱっていうボタンをコマンドキーにするとか、そういったものもできるような仕様になってますね。あとはデフォルトのジェスチャー的なのもあって、2本指の左右スワイプで何をするとか、そういう設定もできますし、あとはデバイスそのものの例えばセンサーの DPI、カスタムできます。あとスクロールのスピードとか、あとは触覚フィードバックの強さも細かく調整できるので、ちょっといいですか。でも4ぐらいになると結構普通に強い、物理ボタンよりやっぱ強い感じが、ゴツンってくる。であとはどれだけの圧力をかけた時にクリックとみなすかみたいな設定もできて、これ最大にしつつハプティックも最大にしたら、かなり力入れないとクリックできないみたいなマウスになる。押してみて。本当だ。もう個人的もうちょっと軽くてもいいかな。なんか感覚的にはサーフェスのトラックパッドぐらいの感じ。個人的にはこの辺がおすすめ。アップルトラックパッドぐらい。優しい感じ。いいですね。しっとりと。なるほど。なんか個人的には結構専用のソフトウェアよりかは、やっぱ QMK とかさ、オンラインでできる、ツール使いたいなっていう気持ちはあるんですけど、この辺のなんかハプティックの細かい選ぶところだったりとか、Mac のそのスクロールの挙動とかをソフトウェアで制御するってなるとやっぱり必須っていう感じですかね。そうなんですよね。やっぱりですね、心地のいいスクロールみたいなのやろうとするとどうしてもこういうソフトウェアが必要になってくるんですよね。どっちかっていうと結構特殊ななんか操作制御とかをしてるから、必然的に必須なのかなとは思っていて。そうですね。はいというところでちょっといろいろとこのメルトマウスの制作現場見せてもらったんですけど、結構あれですね、小規模って言ったらあれですけど、めっちゃもうしっかりやってる感じなんですね。そうですね。なんか100人とか数十人というよりはもう少数制でスピード感を持ってガッとリソース注いで一気に完成度を上げていくっていうスタイルですね。今回一番はやっぱりこの鎌田さん含めていろいろ新しい風が吹いていて、どちらかというとこれまでエンジニアが頑張ってデザインやるとか、どちらかというとプロがやるというよりは一人二役みたいな形なんですけど、今回それぞれのセグメントの専門家がいて、ちゃんと光るものができているのかなと思いますね。なるほどな。それでいうと、結構今までXR 系のデバイスとかでハプティクスを使ったものとかを作っていたと思うんですけど、結構急にコンシューマー
よりというか、そうですね、2つ理由があります。1つはもうこれは単純明快で、実は我々がやってることはずっと変わらないんですよね。これまで当社ってこういう VR グローブとか、このゲームコントローラーを作ってた会社なんですね。こっちはどちらかというとそのエンタメとか少しニッチ寄りですけれども、これもそのゲームコントローラーということでインターフェースではあるんですよね。やっぱりこの人が何かコンピューターとやり取りをするためには情報を入れる手段だったり、そのアウトプットを受ける手段、例えば触覚が分かりますとか、みたいなことをそのインターフェースを作りたいですっていう部分の軸はずっと揺らいでなくてですね、今後も XR の方もやっていくんですけども、やっぱりこの我々の思いを強く広げていくためにやっぱりその広い市場に挑戦する必要があって、挑戦する市場としては確かにすごく新しいんですけれども、我々としてこの本質的に取り組んでいる内容っていう部分はずっと変わってないつもりではありますね。あと1個、ちょっと気になるところで言うと、ユーザーからすると結構なんだろうな、割と頑張ってお金を出すぐらいの金額帯で、例えばダイバイクさんの前のプロジェクトとかだと、ハーフダイブとかも1回プロジェクトをキャンセルしたりとか、なんかそういうこととかがあったりして、その4万円ぐらいを預けて大丈夫なのかっていうのとか、例えば結構ソフトウェアの制御がかなり激しいアイテムだと思うんですけど、そこのなんかしっかりとサポートしていってもらえるのかとか、結構ユーザー側からすると気になる。ありがとうございます。そうですね、まずこの、そもそも製造周りとかやっぱりプロジェクトとして達成できるかっていう部分ですよね。我々これまで5年間にわたってハードウェア作ってきて、やっぱりこの出せて初めてお客さんに届いて初めて価値になりますし、その届くだけじゃダメで、そのお客さんが期待している、もしくはそれ以上のものがあって、その初めて感動になるっていう部分ですよね。まずそこがまず当たり前のベースラインで、さらにこのインターフェースってなってもらうと、その使い続けてもらうことに価値がありますので、例えばその耐久性の部分とかはすごく気にしてプロジェクトを進めていってますね。クリックが10万回安定するんですかとか、やっぱりこのスクロールが間違って入っちゃわないんですかみたいなところって、実は細かく落とし込んでいくと、そのセンサーの感度だったり、このトラックパッドの解像度だったりみたいな、すごく具体的な要件に落とし込めていけるんですね。で、そういった本当にこの時間をかけて解決できる課題なのか、それともなんか根本を覆さないとそもそも製品として成り立たないのか、ここの線引きってすごく重要だなと思ってて、じゃないとやっぱりこの売るっていうお約束をしている以上、そもそも達成できないみたいなことになっちゃうので、それがその最も怖いことだと思っていて、我々はその過去の失敗の経験からそこっていうのを今回すごく気を使っていて、この明確なマイルストーンを設けて、例えばその量産前試作とかプロトタイプの段階でここが達成されたらその世の中に公開できるよねとか、ここが達成されたらそのお金を受け取ってもいいよねみたいな部分の明確な線引きをした上で今回進めていけてるっていう部分が一つ成長ポイントかなと、内部的には思ってる感じですね。なるほど。今はメルトインターフェースの中としては、マウスが第1弾みたいな言い方されてますけど、今後も2弾3弾みたいな感じで、なんか考えてたりとかは。おっしゃる通りですね。ちょっと何を作ってるかは言えないんですけれども、このメルトインターフェースシリーズ全体でお互いに強め合えるようなものを目指してるんですよね。単なるそのメルトインターフェース、メルトマウス単体のこのソフトウェアのサポートにとどまらず、もっと広いスケールで、この購入後の進化っていう部分を感じていただけるように我々としては目指していきたいなと思ってます。ありがとうございます。いや、ちょっと正直楽しみなところと、頑張ってほしいっていうところがめっちゃあります。成功してほしいみたいなユーザー的には。はい、というわけで、冒頭のシーンに戻ってきたわけなんですけど、いや面白いですね。やっぱものづくりの現場を見るって、このティザー映像の洗練された感じとか、なんかスタイリッシュなコミュニケーションとは全然違うアプローチというか、めっちゃもう手作業だし、現場は結構てんやわんやみたいな感じだし、本当に取材できてよかったなと思います。めっちゃ驚いたのが、このプロジェクト走り出してからまだ半年ぐらいっていうところで、あと発送まで1年弱あるっていう感じなんですよね。まだプロトタイプっていうところなので、実際に触った印象だけで言うと、もう少しこのハプティックのパキッみたいな感じだったり、コロコロ転がる時のね、もっと手にグッとくる感じとかが欲しいなとか、そういう概念的な欲求があったり、あとは実用ベースで言うと、拡大縮小とか中央クリックとかスクロールとか、その辺の判定がね、まだ完全にはしきれてないっていう印象だったので、これはね頑張ってほしいなってところなんですけど、今回触らせてもらったプロトタイプも 2,3 個前のものだったり
して一番新しいやつはもう当日にね別のなんか海外から来た人にちょっと急遽見せなきゃいけなくてっていうところで持って行っちゃったりしてたんですけど、それでもこの1本指のスクロールだったり普通にマウスとしての挙動はかなりね再現性高く行われていたので、これは結構期待してるところですね。あと今回ね開発拠点見させてもらって面白かったのが、やっぱハードウェアとソフトウェア作るチームが本当に同じ場所でやっていて、隣同士なのですぐにねもう会話をして解決するみたいなのがめっちゃ僕が取材してる端っこの方でもね行われていたりして、実際に僕が取材してる時にも新しくプロトタイプの部品が届いて、実際それをね現場にいる人たちが組み立てて、あとガラスを磨いてとか、その辺のスピード感を見てると、これ実際に手元に届く頃にはかなり完成度が高いものになってるんじゃないかなっていう、すごいねそこは期待をしています。まだ発売にもね時間があるし、この点キーはどっか押しながらこれで入力できた方がよくて、離すと点キーモードおしまいになるみたいな挙動がいいとかね、そういうのを言ったりしてもねすぐに実装してくれそうな雰囲気があったので、結構ね要望とか、オンボードメモリーにしてほしいとか、そういう感じでどんどん完成度を上げてってもらえたらユーザーとしてはめちゃくちゃ嬉しいですね。という感じで今回はこの動画終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にもいろんな人のルームツアーだったりガジェットレビューとかもしているので、他の動画チェックしていってください。それと気に入っていただけたらいいねボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。あと気になったことがあったらコメントとかでも連絡してもらえると嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。